はい、皆さんこんにちは。モノルです。ようやくこのコントローラーのレビューをね、できる時がやってきました。今回はゲームサーさんの G7 Pro をレビューしていきたいと思います。ゲームサーといえばですね、最近ですね、どこのメーカーよりもいち早くスティックのリニア化をしたファームウェアのアップデートをね、G7SE っていう、ね、コントローラーで、提供してくれたりですね、非常に、スピーディーにね、対応してくれる印象のあるメーカーさんで、FPS ゲーマーの方にもね、結構おすすめのコントローラーが多いメーカーになってます。そんなゲームサーさんからですね、めちゃくちゃ人気があった G7SE のプロ版っていうことで、新しく発売されたコントローラーがこちらの G7 Pro になります。私はもうすでに1ヶ月以上こちらのコントローラーを使って、検証っていうのをやってきたのでですね、じっくりとチェックしていきたいと思います。まずは届いたその日にですね、撮影した開封動画の方から見ていただきたいと思います。ついにこのコントローラーを開封する時が来ました。G7 Pro ですね、非常に楽しみにしてただけに開封するのが楽しみです。ちょっとその前にね、書かれていることをバッと見ていきたいと思います。3種類の接続方法があって、ドリフトプルーフの、TMR スティックが搭載されていて、でゲームサーネクサスで、設定ができるってことで、ゲームサーコネクトではなくてね、ゲームサーネクサスってね、古い方のアプリで、設定をするっていうことになってます。まあマクロの設定とかがね、Xbox 公認の、コントローラーなんで、できないっていうところなんですかね。はい。でこちらは、各国の言語対応の表記があって、そうですね。フェイスプレートが交換できますよっていうようなことが書かれていたりしますね。ヘッドホンジャックがついていて、ロックできるバックボタンが2つついてますと。で、バンパーボタンね、ショルダーボタンとか言ったりも私はしますけど、これが、ついてますよということと、はい、マイクロスイッチに切り替え可能なトリガーストップがついていて、でラバーコーティングされたグリップがついてますってことですね。たった今届いたばっかりでね、私もこれ今開けるのが初めてっていうことで、早速開けていきます。本体と充電ドックっていうのが見えてきました。よいしょ。本体の方をちょっと取り出していきましょう。お、なんか十字キーが、取れてましたね。落ちてしまいました。いや、いいですね。面白いな。USB のここは、外れるんですね。こういうちょっとした USB ケーブルの付け根を保護するっていうアタッチメントがついてます。はい。いいですね。ちょっとね、ずっしりとは重さは感じるんですが、そうですね。この持ち心地っていうのはまさにG7SE と同じ、持ち心地かなと思います。早速比べてみたいと思うんですけど、G7SE とね、全くサイズ感とかは変わらないんじゃないかなと。持った感覚とかもね、変わらないと思います。非常にもうパッと、今持った感じでも持ち心地めちゃくちゃいいです。これは素晴らしい。はい。ですね。ちょっと本体詳しく後で見ていくとして、他に充電ドックですね。こちら。はい、充電ドックの方はゲームサーのロゴが入ってシルバーにね、塗装された、USB ケーブルを挿すところと、この、底面に USB ドングルを挿す場所があります。これで、ドックをね、置いといて、で、こう、コントローラーを持ち上げたらね、すぐに無線に接続されるっていうこともできるんじゃないかなと思いますね。すごくデザイン性も優れた、いい感じのね、充電ドックがついてますね。これもすごくクオリティ高いです。で、無線ドングルが入ってました。はい、無線ドングルの見た目っていうのはすごくシンプルな。白にほんのちょっとね、デザインが施されてるっていうのがわかるかな。はい、こういうシンプルなね、ものがついてます。これはね、充電ドックの裏側にこうやって挿してね、置いておきたいと思います。はい。
で、ここにね、十字キーの替えが2つ入ってます。もともとついてるのがこういう円形の、全くデコボコしていないタイプのね、十字キーになっていてですね、この十字キーに加えて、少しデコボコした円形の十字キーっていうのと、こういうね一体型の、しっかりと十字に切られたタイプの十字キーっていうので、好みでねこの3つを切り替えることができますね。この3種類の十字キーが用意されているっていうのはとってもいい気がしますね。そして、ゲームサーの USB ケーブルです。こちらもすごくクオリティ高いですね。さすがゲームサーの USB ケーブルって感じで。そして、こちらがいつもの冊子類なんですが、はい、ゲームサーのウェルカムカードが入っています。あとはステッカーですね。Xbox ゲームパスのお試しのねコードが入っているものですね。あとはマニュアルっていうのが入ってます。マニュアルは日本語もしっかりとねついているものが入っていますね。設定で気になるところっていうのはやっぱり接続方法のところですかね。今まではですね USB ドングルとか Bluetooth 接続とかって結構ボタンの組み合わせで設定しなきゃいけなかったりしたんですが、そこがね今回は、ここに物理的なスイッチがついていてですね、こちらを切り替えて左にこうやってやると Bluetooth 接続ですね。で右にやると、無線ドングル接続っていうことになってます。真ん中も入るんで、これは無線無効化っていうことももしかしたらできるかもしれないですね。はい、付属品はこんな感じですね。 USB ケーブル、冊子類と十字キーの替えが2つと本体、 USB ドングルと充電ドックっていうことになってました。そしたらちょっと本体の方詳しく見ていきたいと思います。はい、本体の見た目っていうのはこんな感じで、ラバーコーティングされたグリップっていうのも非常にグリップ感強くていいですね。グリップの周りはね全てこういう風にラバーコーティングがされていて、ゲームサーのねハイエンドコントローラーにしかついてないこのラバーグリップっていうのがしっかりと、360度、装着されているっていう形になります。でマイクのミュートボタンとかですね、こちらのボタンはペアリングボタンですかね、とイヤホンジャックっていうのもついてます。十字キーっていうのはマイクロスイッチです。 ABXI ボタンもマイクロスイッチです。この辺りのボタンっていうのも実はセレクトスタートはマイクロスイッチになってますね。ホームボタン、こちらはタクトスイッチですね。こちらのボタンはマイクロスイッチですかね。で M ボタンタクトスイッチです。背面ボタンはタクトスイッチですね。で LB、RB っていうのがタクトスイッチで、このトップのボタンですね、こちらの2つのボタンに関してはマイクロスイッチになってます。でトリガーストップをオンにするとですね、はい、しっかりトリガーのボタンもマイクロスイッチになります。ストロークっていうのは通常このぐらいあって、トリガーストップをオンにするとこれだけのストロークになります。はいって感じですね。もうすごくフィットしてものすごく持ち心地が本当に素晴らしいです。もうずっと持っていたくなるような素晴らしい持ち心地をしているなって思います。かなりコンパクトでね、こういう風にした親指がくっつくようなこのコンパクトさですね、非常にいいですね。でこのトップのボタンの位置関係っていうのもすごくいいように思います。このねトップのボタンに指をかけてもですね、この LB、RB のバンパーのボタンがね押せるんですよね。でこっち側のトリガーも押せますね。なんで非常にこういう持ち方だと持ちやすいんじゃないかなと思います。日本掛けされる方の場合は人差し指で押すのがいいかなっていう感じで、ややね、押しづらいかもしれないですが、そうですね、ちょっとね押しづらさを感じるかもしれないですね。で、こちらのね背面ボタンについてはロックすることができます。そうですね、へっこんだりはしないんですけど、出っ張ったままでねこうロックすることで無効化することがねできます。なんで背面ボタンいらないよっていう方でも、全く、問題なく、意外とねここがそこまでですね背面ボタンそんな出っ張ってないので、ロックしてもねそこまで持った時にここが出っ張ってて違和感があるっていう感じはないですね。
非常に持ちやすいです。もうずっと言ってますけど、持ちやすくて本当に最高すぎますね、これ。こちらのトップのパネルっていうのはですね、外すことができるようになってます。こんな形ですね。で、外すとこんな風に透明のパネルが入ってますね。すごくこれもいいですね。で、スティックは外れるかな。はい。で、ちょっとね、かなり力がいるんですけど、こんな風にスティックは外すことができました。で、中のスティックモジュールも見ることができてですね、こちらゲームサーのスティックモジュールっていうのが入ってます。で、スティックの周りにはこういう金属のリングもしっかりとはめられています。で、可動域っていうのはこちらのトップのパネルで、制限しているという形になっているのでですね、この金属のリングとこの、周囲のね、スティックの周囲のリングっていうのが擦れて、可動域を制限するっていう形になってますね。ただこのトップのパネルもね、相当しっかり合成感高くはめられているので、ずれたりしてね、このスティックの可動域が変わるっていうようなことはないと思います。そしたらちょっと充電ドックをですね、一回試してみたいと思います。充電ドックを接続してコントローラーを載せてみます。見えないかな。こういう風にしたら見えますかね。はい、こんな風に、LED が光ってくれてですね、充電中なのがわかるようになってますね。結構このね、充電ドックの LED 明るいかもしれないので、ちょっとね、眩しいって感じられる方はいるかもしれないですね。はい。この辺りオンオフができたらいいんですが、どうなんでしょうか。サイズ感を確かめるためにちょっとね、G7SE も充電ドックに載せてみたいと思います。はい。G7SE もね、ぴったり、はまってこう、この充電ドックに乗っかるので、やっぱりサイズ感は G7SE とね、G7 Pro で、全く同じなんじゃないかなと思いますね。ゲームサーのコントローラーですから、ものすごくデザイン性が高くて、クオリティが高いコントローラーだなっていうふうに思います。はい、そんなわけで開封動画の方を見ていただいたんですが、細かく内容の補足をしておきたいと思います。ゲームサー G7 Pro っていうね、このコントローラーですね、ゲームサーのフラッグシップモデル、最上位に位置するモデルになっています。でですね、Xbox 公式認定コントローラーになっていてですね、なんと Xbox 公式認定コントローラーとしては初めてマグレズ TMR スティックを搭載したっていうことです。Xbox と PC だけではなくてね、Android 接続にも対応していて、PC は 2.4GHz の無線ドングル接続と有線接続ですね。あと私の方で確認してます Bluetooth 接続も可能でした。で、Xbox は有線接続のみに対応していて、Android は Bluetooth 接続に対応しているっていうことです。で、ジャイロ機能もね、搭載しているので、PC で設定ソフトの方でですね、ジャイロ機能を有効にして使うっていうことができますね。カラー展開なんですが、こちらのメックホワイトですね、ゲームサーさんから提供いただいた、カラーと、もう一つ、シャドウエンバーっていう、こういう赤黒のモデルもあります。ちょっとですね、赤い部分が透明っぽくなっているように見えるんですね。こちらもかなりおしゃれそうでいいなっていう風に思いますね。はい、こんな感じです。はい、さらにですね、こちらに、ヘッドホン端子がついていますが、有線と 2.4GHz の無線ドングルにも対応したヘッドセット端子が、ついています。こちらのヘッドセット端子試してみましたが、非常に音質良かったです。私は普段オーディオダックですね、光接続で、オーディオをつなげてたりするんですけど、そんなね、高いダックではないんですが、ちゃんとした音質で聞けるようにはしているつもりなんですが、このね、ヘッドセット端子かなり音質良くて、それに引けを取らない音質だったのでびっくりしました。やや低音のパワー感っていうのは控えめではあったんですが、FPS ゲームの足音聞いたりとかする目的では非常にいい、タイプの音の出方をしている音質だったかなっていうので、これはね、普段使いもできるようなヘッドセット端子だったかなと思います。またですね、注目してほしいのは AVXY ボタンはオプティカルマイクロスイッチが採用されているっていうことです。このオプティカルマイクロスイッチっていうのは実際にですね、光をこうずっとね出し続けていて、それをボタンを押した際に遮断することでね、ボタンが押されたかどうかっていうのを検知するタイプのマイクロスイッチですね。非常に高速で耐久性も高いと言われているスイッチが AVXY ボタンには採用されていて、十字キーは通常のメカニカルマイクロスイッチっていうことですね。現在はね 12,999 円で、公式サイトの方で予約注文ができるっていう状態になっていてですね、
現時点では7月29日にですね、世界で同時発売が開始されるっていう形になっています。まあ価格はね、それなりにちょっと高いかなって思うんですけど、これだけの内容ですね、もう全ての部品にこだわって作られてるかなと思います。特に私が、この価格に納得できるなって思ったのはこのヘッドセット端子の音質ですかね。こういうところってのは割と真っ先にコストカットされやすい場所かなって思うんですけど、音質はちゃんとしていたってところで、やっぱりこういうところがね、このゲームサー G7 Pro っていうのはゲームサーの一番今出せるですね、最高のコントローラーっていうところを目指して作られているコントローラーなんじゃないかなと思いました。はい、そしたら実際に PC に接続して、使っていく様子っていうのをね、ご覧いただきたいと思います。はい、それで今ね PC に接続してみたんですが、まずパッと見デッドゾーンがね入っているっていう状態ですね。でサーキュラリティは素晴らしいですね。 0.1% っていう、深エンドになってます。一旦ですねゲームサーネクサスの方でねデッドゾーンの方、切っていきたいと思います。はい。でいろいろな設定ができますが、私の答えはね、デフォルトで 500Hz っていうポーリングレートになっていたので、こちらをね、1000Hz にしたいと思います。スティックのデッドゾーンが10入っているので、こちらを0ですね。このように変更しておきます。で、スティックのね、感度カーブの調整とかもできるんですね。なんでこれあれですね、ゲームサーネクサスですけど、ゲームサーコネクトの方でね、できることっていうのは結構一通りできるんじゃないかなって感じがしますね。ネクサスの方でできないのはマクロの設定ぐらいなんですかね。はい、十字ボタンと左スティックの入れ替えとか、斜め移動しないようにね、十字ボタンを上下左右しか認識しないようにするっていう設定もできるようになってます。で、R スティック押し込みを無効化するっていうねこともできますね。でマクロ設定とかはマクロはできないんですけど、マウスの、ボタン設定とかですね、キーボードの設定っていうのは実はこれできるようになってますね。Xbox 公式認定コントローラーなんでできないかと思ってたんですが、普通にね例えばエンターとかを R スティック押し込みに設定するとかはできるようになってるみたいですね。これは素晴らしいですね。マウスキーボード10キーですね。あとコントローラーの、各ボタンっていうのが設定できてですね。設定できないマイクのミュートボタンとかも設定できるんですね。面白いですね。で、設定これは何かな。モードシフトかな、これは。そうですね、シフトレイヤーっていうのが設定できて、ホールドか、スイッチかっていうのが切り替えることができて、すごいですねこれ。プロフィールの切り替えってことなんで、このボタンを押してる間は、プロフィール切り替えができるってことですね。これってでもどのプロフィールに切り替わるんだろう。ちょっとわからんですけどね。シフトレイヤーのプロフィールっていうのがあるんですかね。これをするとですね、全部の設定を一気に切り替えてね、ボタン設定をガラッと変えるってこともできるっていうことですね。私はここは Y の、Apex 用の設定をね、とりあえず入れておきたいと思います。スティックの方はカーブの調整が自由にできるっていう素晴らしい仕様で、起動はサークルとローができます。左スティックローの右スティックサークルにしてみたいと思います。詳細なマッピングでは XY 感度スケールってことで X とは垂直でね、感度を変えたりとか、反転 X 軸反転 Y 軸を反転したり、デッドゾーンの設定っていうのができるってことですね。この辺はいいでしょう。で、モーションセンサーのところの設定もできますね。で、トリガーの方のデッドゾーンですね。とりあえず5の95ってなってるんで0100にしてみたいと思います。トリガーの方のね、カーブも調整できるんですね。これは素晴らしいですね。で、振動ですね。振動の強さっていうのを5段階0、1、2、3、4で、設定できるっていう風になってます。いやー、設定ソフトでできることもめちゃくちゃ多くていいですね。これだけいろいろとね、設定ができれば全然いいかなっていう気がします。はい、重量は 270.5g ですね。ちょっと重めかなとは思いますね。実際持ったらちょっとだけ重さは感じるかなと思います。で、よいしょ。
スティックの重さは、はい、60g フォースですね。一般的な重さで、まあ普通っていう感じですかね。特にこうスティックのテンションのかかり具合とかも変わってる感じはあんましないですね。遊びの感じとかも一般的な遊びかなっていうところで、スティックは、さすがゲームサーっていう感じのね、スティックになってるかなと思います。はい、そしたら、ゲームパッドテスターの方で左をローですね、四角形、右をサークルにした状態で深エンドチェックをやってみます。はい、左は 8.1%、右はなんと 0.0% っていうことでですね、めちゃめちゃ精度は高いですね。上下左右の偏りとかも全く見られないです。四角形ローの方はだいたい 45% ぐらいでマックス入力じゃなくなるっていうことで、かなり順コンにも近いような深エンドになってると思います。せっかくなんで両方サークルの深エンドチェックもやってみたいと思います。はい、両方 0% ですね。トップのパネルが外れる機構になっていてですね、そこで、可動域を制限しているっていうタイプのコントローラーにしてはめちゃめちゃ優れたこの深エンドですね。この 0.0% っていうのは本当に素晴らしいと思います。さすがプロっていう風に歌ってるモデルなだけあるかなっていう感じがします。はい、こちらがゲームサー G7 Pro のスティック感度カーブになります。こちらのコントローラーですね、ちょっとスティックモジュールの高さが低いものを使っている関係でかなり高感度に見えてしまいます。なんで、この角度で見るのではなくてですね、今回はですね、こちらの距離ですね、スティックを倒した距離っていうので、見ていきたいと思います。こちらの方が体感とはかなり近かったのでですね、こちらを見ていく方がより理にかなっているかなというふうに思います。でですね、誤差の方のグラフをですね、X 軸と Y 軸それぞれ見ていきたいと思います。こちらが X 軸の誤差のグラフになっていてですね、濃い黒の方が中立位置から倒していく方の感度で、グレーの方が倒したところから中立に戻していく方の感度っていうことになっています。この行きと戻りの感度の差っていうのはですね、なぜかですね、私の答えだけかもしれないんですが、この左側だけですね、ちょっと大きかったです。これがね、ちょっと気になるかなっていうところなんですが、全体としてですね、デフォルトの感度でもかなりリニアに近いような気がします。この辺りですね、まあ実際この中立位置の決め方によってはね、結構前後したりもするんで、あまりこの中立付近のデコボコっていうのはね、気にしないでいただいてもいいのかなっていうふうに思いますね。全体的な傾向としてはかなり、リニアに近いかなっていうところと、まあ、若干ですね、こう倒れていくに従ってですね、高感度になっていく。それもまあ 10% とかですね。こちら側は 20% 近くいっているかなっていう感じですね。実際触った感覚ではね、デフォルトでもかなり使いやすいコントローラーっていう印象でした。Y 軸の方はこのような感じになっています。先ほどと同じように行きが濃いオレンジ色で、戻りの方が、薄いオレンジ色になってます。こちらはね、行きと戻りの誤差っていうのはそこまで大きくなかったんですが、両方とも結構低感度気味かなっていう風な感じですね。ただ、倒していくとかなり高感度になっていくっていう傾向は、やっぱり X 軸と変わらなかったです。右側がね、下方向で、ちょっとここは低感度になっている分ですね、まあリコイルとかのね、感覚にだいぶ影響があるっていう感じがしました。まあ、なんでね、デフォルトでもですね、左右は結構いい感じにリニアっていう感覚があってですね、で、リコイルだけちょっとね、スティックの操作量が増えるっていう感覚があったっていうところですね。まあ、なんでそのあたりをですね、うまく気にならないように調整したものっていうのがこちらのリニア化設定ですね。5の5、20の21、60の63っていう風に設定したものです。このようにしてあげることでですね、かなりこのあたりの直線具合っていうのがね、よりまっすぐになってきてくれてですね、この辺りとかもですね、まっすぐな、直線になるようになってですね、結構ですね、操作しやすくはなっていると思います。ただ、やっぱりこのリコイルのところとかですね、この辺りの、低感度差っていうのが気になるかもしれないです。この設定であればですね、そこまで高感度すぎるっていう感覚はないです。
続いてですね、この辺りの低感度差をより緩和した方の、設定ですね。15の16、25の28、50の53っていう設定です。この設定をするとですね、この辺りの感度の高いところっていうのが目立つようになってくるんですが、実際にこの設定で触るとややね、感度が高すぎるかなっていう風に感じます。なので、個人的に FPS ゲームで使っていくなら、この設定かですね、5の5、20の21、60の63っていうね、この設定かデフォルトですね。デフォルトの設定、どちらかで使うのがおすすめで、コールオブデューティーみたいなエムアシスト強めなゲームとかですね、ある程度高感度でも問題ないゲームっていうのはこちらの設定ですね。15の16、25、28、50、53っていう設定を使っていただくのがいいかなと思います。私はこちらの設定でね、基本的に遊んでたっていう感じになります。で、今回見てきたこの感度っていうのが他のコントローラーと比べてどうかっていうところなんですが、左右差はかなり少なめな、スティックかなっていうふうに思います。ちょっと癖のあるところですね。この右方向の、中立付近の低感度や左方向の中立付近の高感度差、あとは行きと戻りの感度差ですね。この辺りっていうのはですね、全然慣れていけばですね、なんとかなる範囲かなっていうふうには感じました。じゃあ実際この感度差っていうのはですね、どの程度気になるかっていうところはですね、ゲームプレイの方をねして、しっかりとねチェックしていきたいと思います。はい、そしたらね、遅延計測のために分解の方をやっていきたいと思います。パッと見ですね、裏面にもネジとかがねなくてですね、どこにネジがあるかというと、トップパネル外してここにね2本だけトルクスのネジかな。そうですね、トルクスのネジが2本だけ見えるんで、まずそれを外して空割りできるかどうかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。他にネジが見えないんですよね。はい、そのネジのサイズは T6 っていうやつでね、よいしょ、回すことができます。割れるかどうかを見ていきます。よいしょ、こうかな。ああ、面白いですね。このラバーグリップも簡単に外れるみたいです。なんでこれをでもねちょっと硬めにはついてますね。こうやってね、はい、外すとここに残りのネジですね。こっちもトルクスだな。はい、合計6本のネジ穴があったので、こちらも外していきたいと思います。同じ T6 でね外れますね。はい、ここまで来たらね、下の透明のパネルと下のバックパネルの方が外れると思います。ちょっとね爪外すのは怖いですけど、こっち側のね、フロントのパネルの方を上に持ち上げるような形で外していくといいですね。でこれで部品がいっぱい落ちてくるので、はい、こんな感じで反対にして取り外します。すごいバネですね。十字キーのバネね。はい、振動除去はここまで外すとですね、ここにプラグがあるので、これをモーターを外してですね、振動を簡単に除去することができるようになってます。注目のねスティックモジュールなんですけど、ロープロファイルなもので、ゲームサーマグレズって書かれてますね。ここにゲームサーって書かれていてですね、反対側は、マグレズって書かれたスティックモジュールになっていて、赤い軸とね赤いガイドになっていてですね、しっかりしているような気がするので、これはねかなりドリフトに強い TMR スティックになっているはずです。はい、で他のところですね、この辺のボタンとかはスタートセレクトホームあたりのボタンとかタクトスイッチになっている感じですね。で LB、RB もタクトスイッチですね。ここの部分がこうやって外れる感じですか。はいはい。でここにカイル製のねマイクロスイッチがこのショルダーの追加ボタンに使われていて、で、この十字キーの部分ですね、これが、こちらもカイル製のマイクロスイッチが使われています。 ABXY ボタンちょっと見えないんですが、これはどうやって外れるかな。普通にこうやってね上に引っ張ると外れてきてですね、でこれも
上に引っ張ると外れて、はい、出てきました。こちらもマイクロスイッチですが、カイルではないですね。これどこ製なのか、ちょっと私わからないんですけど、ちょっと変わった仮面の形をしたロゴのマイクロスイッチが使われてました。そしたらチェーン計測はいつもの通りですね、Y ボタンのマイクロスイッチで、テストできるかどうかやってみたいので、ちょっとね、バックパネルも外そうかな。はい、バックパネルも外していきます。中身はプラスネジですね。はい。どうかな、これで外れるかな。外れなさそうだな。あとネジどこにある？ネジは見当たらない。はい、このね、マイク端子になってるところのネジも外さないと取れてこないみたいなので、ここも外します。マイク端子の基板はね、別体で、簡単に外れてくる感じですね。はい。で、こちらがトリガーストップとか背面ボタンの方ですね。前側なんですけど、はい、こちらですね、トリガーストップをオンにした時のマイクロスイッチですね。こちらは、はい、こちらのマイクロスイッチにはオムロン製のマイクロスイッチっていうのが使われてます。マイクロスイッチがね、それぞれいろんな場所でね、いろんなメーカーのものが使われてるっていう面白い、構成になってますね。トリガーストップ自体は、これで、なるほどね。はい。トリガーストップをオフにしているとこんな風にマイクロスイッチを避けるように押されるんですけど、オンにするとマイクロスイッチのところにね、この棒が、このね、白い棒っていうのが当たるようになって、ね、トリガーストップが機能するっていう感じになってます。シンプルですけど、結構基板としては複雑な感じになってますね。まあすごくコストがかかった作りをしてますね。トリガーストップとバッテリーのためだけに別体のね、プラスチックパーツがあったりとかします。はい。チェーン計測の方をこれでやっていきたいと思います。チェーンの計測にはいつも通りゲームパッド LA さんが配布している GPDL っていうね、ソフトウェアを使って Y ボタンとスティックの方の、計測を行ってきました。はい。で、遅延の計測結果を見ていきたいんですが、まずはですね、有線ケーブル接続の方から見ていきたいと思います。今回スティックの遅延の計測がですね、中立から、0.99 以上倒された時までの、遅延っていうのをね、通常測るんですけど、今回ちょっとそれができなくてですね、今回ちょっと 0.5 までしかね、計測ができませんでした。なのでですね、ちょっとね、スティックの遅延っていうのは他の計測よりも有利な結果が出ている可能性があるっていうところだけはね、そこだけちょっと気をつけてほしいんですが、スティックの遅延の計測結果はですね、この黄色の方がスティックの遅延のグラフです。で、赤色がボタンの方のグラフになってます。なんとですね、スティックと、ボタンで、遅延の計測、遅延の値っていうのが逆転してスティックの方が早かったっていうことですね。で、平均で 2.68 ミリセカンド、最大で 4.08 っていうことで、スティックの遅延は私が知る限り最速クラスの遅延っていうことになっていると思います。ボタンの方の遅延はですね、 4.74 ミリセカンドが平均ということで、まあまあ、十分早いんですけど、めちゃくちゃ早いっていうわけではなかったですね。で、次に無線ドングル接続の場合の遅延の計測結果です。今度はですね、この緑色がボタン、水色がスティックの遅延ということです。やっぱりスティックの遅延の方はですね、無線ドングル接続だとですね、平均 8.83 ミリセカンド、最大 11.14 ミリセカンドってことで、ややですね、遅延は大きめっていうことになると思います。なので、有線接続でね、基本的には使っていくのがいいかなっていう感じですね。で、最後ですね、Bluetooth 接続はまあいつも通りの結果っていう感じです。はい、そしたら Apex のゲームプレイから見ていきたいと思います。今回はシーズン25のスプリット1の、ダイヤまでいったやつとですね、スプリット2の、ところのプラチナ帯途中までっていうのをね、見ていきたいと思います。このマッチはね、運よくというかですね、最後、
ですね、1人になっちゃうんですけど、なんとか 1v1 勝てたっていうシーンなんですけど、こういうね R99 みたいな、SMG とかのですね、こういうね、超近距離戦闘みたいなところの当て感っていうのはめちゃくちゃ高いコントローラーだと思います。こういうですね P2020 とかもね結構当てやすかった感じがしますね。はい、なんで近距離戦はもうめちゃくちゃ強いコントローラーかなっていうところと、あとは G7 とかもリコイルがすごくしやすかったです。まあ多少高感度っていうところもあってですね、非常に、そういうねリコイルとか超近距離戦みたいなところはものすごく強いコントローラーな感じがしますね。はい、こういうね腰打ちの結構アイテム複雑な動きをされてたんですが、しっかり追っていくことができました。なのでやっぱりこの辺りですね、低感度なコントローラーとは違ってですね、すごく戦いやすいっていうね感じがしますね。R99 のリコイルも結構やりやすかったですね。ただ R99 でもですねちょっと中距離ぐらいになってくるとすごくね当てづらさっていうのは、感じました。リコイルがねその分だいぶ難しいっていうので、そこはね難しさがあったかなっていう感じですね。はい、こういう感じでねちょっと中距離になると、R99 の繊細なリコイル操作っていうのがちょっと難しくてですね、割とあんまり当たってないかなっていう感じはしました。ただまあその代わりこれだけね近距離戦強ければまあ文句ないのかなっていう気も、しますね。このシーンですね、いきなりアッシュがなんかしゃがんでて出てきてね、ほんとびっくりして声出たんですけど、うわって言ってね、まあなんとか、はい、倒すことができたんですが、センチネルとかですね、G7 とかやっぱりですね、本当にこういう2倍とかしかなくて、でものすごく繊細に、エイムしなきゃいけない遠距離ぐらいになってくると、やっぱりですねかなり緊張するというかですね、エイム操作が難しくなるっていう感じはあるんですけど、まあそれもフリックエイムとかを使えばなんとかなるのかなっていう気はします。ステップ精度としてはですね、このコントローラーものすごく細かくて、ちょっと実質計測がちょっとできないようなね、細かさなんで、どのぐらいのステップ精度があるのかっていうのははっきりとした数字としてはわからないんですけど、ものすごく細かいのは間違いなくてですね、なので、細かく操作をね親指でできるんであればですね、多少高感度でも細かいエイム操作ができるようなコントローラーなはずなんですよね。ただそこはね私の親指の限界が先に来てしまうのかなっていう感じでね、遠距離はちょっとね難しい感じっていうのはずっとしてました。ただそれ以外の場面では強かったのでね、もう遠距離はね、実際そこまでランクとかではね、言うほど使わないっていうところもあるのでですね、そこはね、ちょっと犠牲になるこういう感度でもいいのかなっていう気がします。どうしてもね遠距離も当てたいよっていう場合はですね、リニア化設定の方をですね、もう一つの方のですね、ちょっとね戻り低感度差が残る方のリニア化設定を使うっていうのがいいかなっていうふうに思いますね。最近増えてきてるバンテージ使いの方とかはね、もしかしたら、あっちの感度の方が合うかもしれないですね。あとは中立付近のね、右側のへこみとか左側の高感度差みたいなところっていうのはですね、その左右差みたいなところっていうのは全く感じなかったです。ただね行きと戻りの感度差っていうのはちょっとあるかなっていう気がしてですね、そのあたりちょっと癖はあるかなっていうんで、少しだけ慣れる必要っていうのはあったかなと思います。とにかくですね、約1ヶ月間というかもう多分1ヶ月半ぐらいもこの G7 プロで Apex をやってたんですけど、当たるし強いのは間違いないです。これがねものすごく合うっていう方は間違いなくいらっしゃると思いますしね、これはね全く本当にどうしようもないコントローラーっていうのもやっぱり中にはあると思うんですけど、これは超強いコントローラーと言って間違いないと思いますね。実際私もですね、そんなにね普段からずっとですねソロダイヤ目指してやってるって感じじゃなくて、とりあえずプラチナ行けば
まあいいやみたいな感じでやってるんですけど、まあ普通に全スプリットはね、ソロダイヤあんまりね苦労せずにいけましたし、今シーズン、コンスプリットの方もね、もうすでにプラチナ2の後半ぐらいでもうね、やればダイヤにいけるかなっていう感触があるような感じなので、まあまあ問題なくね、このコントローラーで持っていくってことはできそうかなっていうふうに思います。で、感度が高いっていうことでですね、アリーナデュエルですね、新モードのこちらもね、すごく強いコントローラーでした。R5 でね、結構やってたっていうこともあってですね、まあまあアリーナデュエルみたいなモードは好きなんですけど、このコントローラーアリーナデュエル相当強いコントローラーだと思います。最後はね、こちらのアリーナデュエルを流して Apex のねゲームプレイを終わりにしたいと思います。はい、続いて Call of Duty Black Ops 6のゲームプレイになります。このゲームはですね、感度高いと楽しいんですよね。スピーディーな戦闘がね、できるゲームっていうこともあってですね、非常に楽しくて、特に SMG とかでね、ダッシュ速度をですね上げてやるとですね、ものすごく気持ちよく遊ぶことができます。今はこれは、XM4 ですかね。あんまり、ダッシュ移動速度を上げてない、武器でやってるんですけど、エイムもものすごくバチバチに決まりますしね、とても楽しくプレイすることができました。結構ですね、この1ヶ月半ぐらいですね、みっちりと Call of Duty の方もですね、遊んでみたんですけども、それでね、こうちょっとずつね、自分でも慣れてきたかなっていう気がするんですけど、そんな中でね、思ったこととしてはですね、やっぱりですね、エイムアシストが Apex よりもだいぶ強いっていうところで、感度、特に中立武器の感度っていうのはあえて高めにしてあげたりとかですね、スティックの、柔らかさっていうのはね、かなり柔らかめにしてあげるとかですね、そういう、思いっきり反応重視のね、設定にする方がね、いいっていうのがまずね感じたことですね。どうしても Apex はですね、リコイルとかですね、エイムの感じとかもですね、すごく繊細な、操作を要求されるゲームだと思います。しっかりと真ん中を狙っていかないとですね、ちょっとでもスティックの倒す量が多かったり少なかったりするとズレが結構出てくるっていう感じがあってですね、どっちかっていうとそれに対して Call of Duty はですね、ちょっと多めに倒してあげるっていうね、ところが結構、いいのかなっていう感じがするんですよね。なんであえて相手に対してエイムをこう押し付けるような感じっていうんですかね、そういうエイムの仕方っていうのが割と合うような、そんな感じがしますね。逆にですね、相手もエイムアシストが強くて、相手も強いっていうことでですね、ものすごく反応速度が要求されるゲームっていうこともあってですね、いかにこう相手よりも先にエイムして打ち始めるかっていうところが重要になってくるので、もちろん武器でねエイム速度上げたりっていうのも重要なんですけど、そういうねコントローラー側でもできるっていうね、強くするね方法はあるのかなっていう気はしました。でそういう意味でもこのコントローラー、行きの感度が高いね、戻り低感度差が若干ね強めにあるので、リニア化するとですね、行きの感度がかなり高くなるっていうことで、それが逆に良くてですね、例えばこのマッチなんかですね、 SMG でダッシュ移動速度上げてるので、めちゃくちゃ早くこう移動していけるんですけど、これが楽しくてですね、しかもこれでエイムがこんな風にバチバチに合うんですよね。なんでもうね、このマッチは本当楽しくてですね、ひたすら走り回ってたって感じですね。はい。あとは追加4ボタンということでですね、私はあんまり Call of Duty ではですね、X ボタンと Y ボタンですね、リロードと、武器の切り替えボタンっていうのはそこまでね、追加ボタンに割り当てたりしてないんですけど、
それをね追加ボタンに割り当てて、やるとね、かなり、右スティックから全く指をね離さずにプレイできるようになるはずなんで、そこはねすごくいいんじゃないかなと思いますね。まあ、全体的にゲームサー G7 Pro っていうのはね、こう Apex もそうですし Call of Duty もかなり、強いコントローラーなんじゃないかなっていう風に感じました。はい、そしたら十字キーと ABXY ボタンのテストのためにスト6をねやっていきたいと思います。十字キーは3種類ついているので、それぞれでね、ちょっとコンボ練習をやってみて、どんな、触り心地かっていうのを見ていきたいと思います。はい、この丸型の方ですね、非常に、斜め入力入りやすくて良かったです。ただですね、ちょっとね、真下真上とかの感覚っていうのが分かりづらかったので、私はね、これよりかは、この、少し、十字が盛り上がってる方ですね、この十字キーがいいかなっていう気がしました。完全な十字キーも意外と良くてですね、このどっちかがね、いいかなっていう感じですね。そうですね、この完全な十字キータイプのものはですね、こう装着した時に若干見た目がね、透明な部分が見えちゃってるっていうところで、ここをね、なんとかしてほしかったなっていうのはちょっと思うんですけど、スト6での操作感的にはですね、この十字キータイプっていうのが意外とですね、下がしっかり入るので、特にですね、こう、省流コマンドとかがね、しっかり下が入ってくれて入力できるっていうのが良かったですね。SA コマンドとかもバッチリ入りますし、これはね、もう本当にどれもなんか良くて、これは完全に好みの問題かなっていう感じですね。私はかろうじてこの、ちょっとだけ十字キーが彫ってあるタイプのね、円形がいいかなっていう風に感じました。全然このタイプでも親指が痛くなるっていう感覚がなかったので、これが一番ね、長時間プレイしていて快適かなっていう風に感じました。あとはですね、ABXY ボタンの連打っていうのもものすごくやりやすいです。こんな感じでね、2から4フレぐらいかな。まあ、たまに5フレ出ますけど、かなり連打はいい感じにできるんで、連打が必要な場所っていうのはとても正確にですね、成功率高く、入力できるっていうので、この ABXY ボタンもすごく良かったです。マイクロスイッチの ABXY ボタンなんですけどね、連打はすごいしやすくていいですね。まあ全体的にものすごくスト6には向いているコントローラーっていう風に感じました。これだけね、格ゲーに向いているっていうのはね、割と私の中では想定外ですごく、嬉しい驚きでしたね。はい、続いてアナログトリガーと振動機能のテストのためにアセットコルサをプレイしてきました。アナログトリガーに関してはですね、ゲームサーの G7SE と全く同じような感想ですね。0100っていう風な、デッドゾーンの設定をしているとですね、かなり、押し始めが繊細かなっていう気はします。すごく反応が良くて良すぎてね、ちょっと、操作が難しいかなって感じる時はありました。なので、デッドゾーンは5ぐらい入れてあげるのがいいのかなっていう気はしますが、0100でもね、ちょっと、走れば慣れるかなっていうところですね。で、ストロークも十分あってですね、全くレーシングゲームでね、何か問題に感じるところっていうのはなかったですね。どちらかといえばですね、スティックの方の感度が高いっていうことでですね、ややハンドル操作がね、ぎこちなくなったりっていうところがあった印象です。一応これはね、リニア化した状態で、運転してるんですけど、レーシングゲームの場合はですね、FPS ゲーム向けって言ってるね、リニア化よりもですね、なるべくこうリニアとの濃さが少なくなるようなタイプのリニア化っていう方をやってあげた方がですね、運転はしやすいかもしれないですね。振動機能に関してはですね、ゲームサーの振動機能っていうのはですね、普通にいいけど、そこまで優れているわけじゃないっていう感じがね、いつもあるんですけど、普通ぐらいかなっていうんでね、プロだからといって特別ね、何か振動機能が特別優れているよ、ね、ものになっているっていう感じではありませんでした。
そんなわけで、タイムの方は1分47秒435っていうことでした。はい、以上ですね。ゲームサーの G7 Pro をレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。今回ですね、ゲームサー G7 Pro を購入できるページへのリンクっていうのを概要欄に貼っています。またですね、ディスカウントクーポンの方もね、概要欄に掲載しておきますので、そちらをぜひ利用してね、購入されてみてください。非常にですね、クオリティが高くてですね、やっぱりこの、ハードウェアとしての性能っていうのはものすごく高いコントローラーだったなと思います。このトップのボタンとかもすごく押しやすいですし、ついにね、ゲームサーも追加4ボタン仕様のコントローラーが出てきたっていうことで、特に FPS ゲーマーにとってはですね、非常に、いい選択肢が増えてきたかなっていう風に感じますね。ゲームサーさん最近本当にね、リニア化っていうところに関してもですね、関心を寄せてくださっているのかですね、ゲームサー G7SE についてはですね、スティックが非常に良くなったりしていました。こちらの G7 Pro に関してもですね、現状ちょっとですね、行きと戻りの感度差っていうのは大きめではあったんですが、非常にですね、戻りの方の感度についてはリニアにだいぶ近くてですね、十数%しか低感度じゃないっていうところでですね、これならですね、デフォルトの設定で使った方がですね、当てやすいよ、エイムしやすいよっていう方もね、いらっしゃるんじゃないかなというようなね、そんな感じがする、検証結果でしたね。はい、以上ですね。もしよかったらですね、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。はい、以上、モノルでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。